こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日は走れメロスというお話をご紹介します。日本の中学生の多くがこのお話を国語の時間に学びます。私も中学2年生の時にこのお話を学んだことを覚えています。概要欄から語彙リストをダウンロードできます。合わせてご利用ください。では、お楽しみください。走れメロス、太宰治。メロスは激しく怒りました。必ず若い王を倒さなければならないと決めました。メロスは政治のことがわかりません。メロスは村の羊飼いです。笛を吹いて羊と遊んで暮らしていました。でも悪いことには誰よりもすぐ気がつきました。今朝早くメロスは村を出発しました。そして野を越え山を越えて10里離れたシラクスの町に来ました。メロスには父も母もいません。それに妻もいません。16歳の妹と2人で暮らしています。妹はおとなしい性格です。妹は村の真面目な羊飼いともうすぐ結婚することになっていました。結婚式はもうすぐです。だからメロスは花嫁のドレスやごちそうを買うために遠くの町までやってきました。まずそれらを買い集めました。それから町の大通りをのんびり歩きました。メロスには子供の頃からの親友がいます。彼の名前はセリヌンティウスです。今、彼はこのシラクスの町で石宿をしています。メロスはこれからその友達の家に行くつもりです。長い間会っていなかったので、とても楽しみです。メロスは歩きながら街の様子が変だと思いました。街はとても静かです。もう日が沈んでいるので暗いのは当たり前です。しかしそれだけではありません。夜のせいではなく街全体がなんだかとても寂しいのです。メロスはのんきな性格ですが、だんだん不安になってきました。そこで道を歩いていた若者に聞きました。何かあったのですか？2年前に来た時は夜でもみんなが歌を歌い、街は賑やかでした。しかし若者は首を横に振るだけで何も答えませんでした。メロスはさらに歩き、今度は老人に会いました。そしてもっと強い口調で聞きました。しかし老人も何も答えませんでした。メロスは老人の体を両手で揺すぶりながら何度も質問しました。すると老人は
周りを気にしながら小さな声で少しだけ答えました。王様は人を殺します。なぜ殺すのですか？王様は人々が悪い心を持っていると言います。でも本当は誰もそんな悪い心は持っていません。たくさんの人を殺したのですか？はい。最初は王様の妹の夫を、それから自分の跡継ぎを、そして妹を、さらに妹の子供を、それから王妃を、そして賢い家来のアキレス様を。メロスは驚きました。なんてことだ。王様は正気ではないのですか？いいえ、正気です。でも、人を信じることができないのです。老人は続けました。最近は家来の心まで疑っています。少し贅沢な暮らしをしている人には人質を一人差し出すように命じています。もし命令を断れば十字架にかけられて殺されます。今日は6人が殺されました。それを聞いてメロスは激しく怒りました。なんてひどい王だ。生かしておくわけにはいかない。メロスは単純な男でした。そして買ったものを背負ったまま、ゆっくりと王様の城に入りました。すると、すぐに見回りの兵士に捕まってしまいました。兵士がメロスの体を調べると、ポケットから小さなナイフが出てきました。ですから、大きな騒ぎになってしまいました。メロスは王様の前に連れて行かれました。このナイフで何をするつもりだったのだ。いえ。ディオニス王は静かに、しかし強い声で問い詰めました。王様の顔は青白く、おでこには深いシワがありました。メロスは少しも怖がらずに答えました。町を悪い王様の手から助けるのだ。王様はメロスを見て小さく笑いました。お前がか？なんて馬鹿げた話だ。そして静かに言いました。お前には私の孤独がわからない。するとメロスは怒って言い返しました。そんなことは聞きたくない。人を疑うのは一番悪いことだ。王様は国の人たちの気持ちさえ信じていない。王様は落ち着いた声で答えました。疑うことが正しいのだと教えたのはお前たちだ。人の心は信用できない。人間はもともと自分のことしか考えない生き物だ。だから人を信じてはいけない。王様はそうつぶやくとため息をつきました。そして静かに言いました。
私だって平和を望んでいるのだ。すると、今度はメロスが笑いました。何のための平和だ？自分の立場を守るためか？メロスは強い声で言いました。罪のない人を殺して何が平和ですか？王様はさっと顔を上げて言い返しました。黙れ、身分の低い者め。そして冷たい声で続けました。口ではどんなきれいなことでも言える。だが私には人の心の奥が見えてしまうのだ。お前もどうせ殺される時になったら泣いて謝るだろう。だがその時に許すことはしない。するとメロスは強い口調で言いました。ああ、王様は賢いですね。自分を偉いと思っていればいい。だが私はもう死ぬことを決めています。助けてほしいとは絶対に言いません。ただ、そう言いかけると、メロスは足元を見つめ、少し考えました。そして、静かに言いました。ただ、もし私に少しでも同情してくれるなら、3日間の時間をください。たった一人の妹に結婚させてあげたいのです。3日間のうちに村へ帰り、妹の結婚式をして、必ずここへ戻ります。王様は低い声で笑いました。バカバカしい。そんな嘘が通じると思うのか？逃がした鳥が戻ってくるというのか？メロスは強く答えました。そうです。私は必ず戻ってきます。約束を守ります。どうか3日間だけ待ってください。妹は私の帰りを待っています。しかし、王様は信じていません。そこでメロスは強く言いました。もし私を信じられないのでしたら、それでも構いません。この町にセリヌンティウスという医宿がいます。彼は私の一番の親友です。彼をここに置いていきます。もし私が3日目の日暮れまでに戻らなかったら、代わりに彼を殺してください。どうか、それで私の願いを聞いてください。王様はそれを聞くと、残酷な気持ちでそっと笑いました。そして心の中で考えました。生意気なことを言うやつだ。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきを信じたふりをして自由にさせてやるのも面白い。そして3日目に代わりの男を殺してやるのだ。それはとても気味がいい。やはり人は信じられないものだと私は悲しい顔をしてみせよう。そしてその男を処刑してやるのだ。それを世の中の正直者と言われる者たちにしっかり見せつけてやりたい。それから王様は言いました。よし、願いを聞いた。その代わりの男をここに呼べ。3日目の日没までに帰ってこい。もし遅れたら
その男を必ず殺す。王様はさらに続けました。だが、お前は少し遅れてくればいい。そうすれば、お前の罪は永遠に許してやろう。メロスは驚きました。何を言ってるのですか？すると、王様は笑いました。ははは。命が大事なら、わざと遅れてこい。お前の本当の気持ちはわかっているぞ。メロスは悔しくなり、地団太を踏みました。もう何も言いたくありませんでした。セリヌンティウスは夜遅くに王様の城へ呼ばれました。そして王様の前でメロスとセリヌンティウスは2年ぶりに会いました。メロスはすぐ共に今までのことを話しました。セリヌンティウスは何も言わずにうなずきました。そして強くメロスを抱きしめました。それだけでお互いの気持ちはわかりました。言葉は必要ありませんでした。セリヌンティウスは縄で縛られました。メロスはすぐに出発しました。空にはたくさんの星が輝いていました。初夏の夜でした。メロスは村に向かって走り出しました。無事、妹の結婚式を挙げることはできるのでしょうか。そして3日以内にまた城に戻ることはできるのでしょうか。パート2をお楽しみに。